こんにちは。4G 初めから攻略パート13です。前回はリオレイヤの捕獲に行ったと思ったらセルレギオスが出現したところで終わりました。パート13にしてようやくメインモンスターのお出ましだよ。最近の作品ではメインモンスは序盤から何らかストーリーに絡むことがありますが、 4G の追加モンスということもありめちゃくちゃ突然現れましたね。普通に強敵だから気を引き締めていこう。この送り出しテキスト何度見てもいいですな。セルレは結構唐突に現れた壁ですが、ドンドルマ復興の背景があるので違和感ありません。漫画とかアニメであるよりによってこんな時に的な展開だよね。モンハンのストーリーは目的一直線なイメージだから、こういう展開は結構新鮮かも。何にせよこれクリアすれば次のランクです。頑張りましょう。セルレ素材は戦力的にもかなり重要だからな。チャークでやるの久々でちょい不安だが。またゲネポスが蹂躙されてる。モノブロの時もこのエリアでドスゲネが吹き飛ばされてましたね。ゲネポスはここに近づかない方がいいのでは。我々も返り討ちに遭わないよう気をつけないと。防御力大して強化してないから、列車でも食らったら一気にキャンプ送りだぞ。セルレは鱗攻撃が多段ヒットなのが厄介ですよね。チャークは動きが遅いので連続で食らいがちです。双剣なら相性いいんだが、フェイタルポイズンだとさすがに力不足だからな。チャークの攻撃力を生かしつつ勘を取り戻すしかあるまい。あ、言ってるそばから列車を食らいました。普通にやばい。体力すでに半分切ってんじゃん。列車とチャークは非常に相性が悪いです。納刀が遅いですからね。列車の回復アイテムは持ってないので、しゃがむしか解除方法がないな。というか、列車の前に体力回復が必要です。間に合いますかねこれ。いい許して。許された。アップな間一髪でしたね。セルレの機嫌が良くて助かったね。ちょっとした全身の削りでもアウトだった。状況が悪いので一度エリチェンして体勢を立て直しましょう。全く厄介なやつだよ。動き自体も結構強いのに。しかししゃがんで列車が治るのはまだわかりますが、肉を食べて治るのはどういう原理なんでしょうか。さあ、微分で傷口が塞がるんじゃね。肉汁を絞ってるんでしょうか。熱くてやけどしそう。草食ったそばから傷が回復する世界だぞ。肉の油分が内側から作用してもおかしくない。確かにそれなら魚系アイテムでも回復するのが説明つきますね。それに確か生焼け肉は OK で焦げ肉は NG なんだよね。油分が作用してる説濃厚か。これ知らなかったんですが、大食いマグロも回復しますね。確かに脂が乗ってそう。あ、一応言っとくけど、今の会話適当に喋ってるだけだからね。鵜呑みにする人いないでしょ、さすがに。いやわかんないよ。モンハンの裏設定まで調べる人そんな多くないだろうし。適当喋ってた人に言われても。いやーしかし、セルレ戦下手だな。多分ですけど、類破壊狙いで慎重になりすぎてますね。セルレは、頭、翼、尻尾と、全部固有素材あるから、
どうしても破壊優先しちゃうんだよな。倒すだけなら、足や腹狙うのがいいんだけど、体力ないからすぐ倒れちゃうし。この後連戦したんですけど、結局足殴ってこかせば、類破壊も自然にできます。変に頭とか狙って中途半端な位置にいると、鱗飛ばされたりでいいことはありませんね。GP 根室もそうそう狙えないしな。素直にまた下張り付きでよかったか。モンスターは、張り付いた方がいいもの、一定距離保った方がいいもの、大抵このどちらかです。セルレがインファイトキャラってのは理解してたけど、報酬に目がくらんじまったな。セルレ素材重要ですからね。チャークとの相性微妙だし、一回一回で素材取り切りたい気持ちもわかります。乗れたわ。セルレの乗りって簡単そうだな。セルレは、方向の硬直が短いので対処楽そうですね。オッケーナイス。サブタゲだったんだ。いいですね。報酬は少しでも増やしたいです。じゃ、角破壊狙いますかね。セルレの角はクエ報酬では出ないので、頭破壊するしかありません。破壊しても当然のように鱗とか混じるので、厄介な素材ですね。要求数が少ないのが救いだね。まだ壊れてないですかね。折れてるかどうか見づらいな。さて、そろそろ10分経ちますが。アプケロスに邪魔されたり、セルレが鱗飛ばしボットになったり、いろいろあったよ。翼は壊れましたね。ようやくです。角は壊れてんのかな。見逃してるだけかも。足引きずりましたね。一応、睡眠根室で頭狙えますが。まあええや。今回、うまくいってないし、さっさと捕獲して終わらせちゃおう。またガブラス見てます。こいつマジでおっかないよ。罠を仕掛ける時の邪魔率が異常すぎる。獲物を横取りする狡猾なイメージですが、露骨な戦闘狂に見えます。まあいい。とりあえずストーリー進むぞ。ドンノルマ復興用の火種、無事に取れるでしょうか。火種はガンナーに任せて、我々が行くべきはグラビアしか。これは強敵が来ましたね。さすがに装備は整えていきたいです。そうね。ちょっと加工へ見ていくか。セルレ武器の説明ですね。剣士は回避を繰り返すと切れ味が回復します。回復量はランスを除いて、1回避につき1なんだけど。つまりは、手数に対して回避が多い武器種が有利な性質ですね。なので、セルレ体験は強いわけだね。チャークとの相性はまあまあってとこですかね。言うて、近接の中だとトップ3には入るんじゃないかな。体験、ガンス、チャークが強力なイメージある。これがチャークですね。倍率180、外心 10%、スシロ、素の性能も優秀です。今の装備だと匠が無駄だし、技物は必須だから防具新調しなきゃだな。とりあえずセルレ武器だけ作って、それをもとに防具素材を集めていきますか。装備更新が多いと楽しいね。素材集めは大変だが。セルレを2匹ほど追加で買ってきました。足狙いに絞ったらだいぶ楽になったし、7、8分でクリアできたわ。アスラとアルマイサ作成できますね。まずは第1段階。軽く微増ってとこだけど、まだまだ本領発揮はできんね。次は防具です。こっちは時間かかりますが頑張りましょう。これで作業終了かな。火山で石掘ったり、氷海で古の竜骨取ったり、ゲネル連戦したり、海区へも少し行きました。おかげで、
セルレチャーク用の装備としては、だいぶ快適なものができると思うよ。さて、鉄壁樹を入れてと、おお、ようやく完成しましたね。技物と砲術がついてるセルタスエスメールをベースに、手持ちのガード性能のスロ1お守りを活かしたよ。クラビ腰が解剖具ですが、上位とスキルポイントやスロットが変わりませんでした。グラビドエスフォールドは円髄が必要なので、回のものが楽だと思うね。頭と足はバイカ防具となっています。素材をケチれてだいぶ楽できました。4G を攻略する上で、同系統バイカの存在は欠かせないね。上位中盤までに、スカルヘッド、クロムメタルコイル、カブライスグリーブなどが揃います。これらは防御力も高いですし、一度作っておけば、優秀な同装備を入れ替えるだけでスキルが組めます。セットごとに全身作ってたら、いつまで経っても先進めないしね。で、これからどうします？クラビア種も余裕だと思いますが。クラビア種は別武器を試したいから、まずこの装備で別の区へ行こうかな。お試し感覚で。ふむ。しかし、見た目のひどさが深刻ですね。上半身がシャープなのに、下半身がごつすぎるな。というわけで試し切りだよ。オーナとグラビ原種の2等ペイだね。ちょうどお守りがあったので画性2にしてますが、1でもあまり困らないと思います。チャークの方向性としては2種類かな。ガード性能で GP 根質を取りやすくするか。耳栓を積んで上質なりでご利用しするか。オウが見たくパターンがはっきりしてる場合は、ガード主体の方がいいですね。とはいえ、画性1は欲しいことが多いかな。攻略中、意外な攻撃が威力値でかかったりするから。回でやったところだと、ガルルガは画性必須ですね。くちばし叩きつけに反撃垂れないの、致命的です。序中盤のモンスでも、意外に威力値が高いんだよね。ザボアとかガララとか。せっかく GP 決めても、その後の展開がないんじゃ仕方ないですしね。GP 取れた、と思ったらズザーしてるの。単純に見てて不愉快だしな。GP 決めたいような大技は、大体後隙がありますしね。それをのけぞりで消費するの、非常にもったいない気持ちになります。さ、オウナが終わってグラビ戦だよ。クラビは画性より高耳が欲しいですね。あとガード強化。ガード強化、この段階で発動はちょっと難しいかな。他のスキルと同時発動する場合は特に。装飾品の関係もあって、満足に使えるのは上位後半って感じですね。必要な敵は多くないんだけど、ないと途端に面倒になるやつもいるんだよね。これから行こうとしてるグラビア種がまさにそれです。原種はそうでもないんですが。なくてもなんとかなると思うが、ちょっと不安ではある。グラビは基本的に足を狙ってこかし、その隙に調質をぶち込むのがいいですね。原種は足が柔らかいからまだいいけど、アシュは一段階肉質が硬いからね。いくら肉質無視の榴弾とはいえ、無属性で行くには、ちょいと厳しい相手だ。実は、グラビア種用の武器も揃えています。後半ではそちらを作成してアシュに行きます。よーしクリアだ。技物込みでも、ゲージがちょっと厳しめですが、画性はやっぱ便利だし、火力もちゃんと出てます。砲術師の段階で、榴弾瓶のダメージ 1.3 倍だからね、だいぶ破格だと思うよ。なんか、1.1 倍とか 1.15 倍説もありましたよね。攻略本には 1.3 倍とあるので、これが正だと思いますけど。ガンスの砲撃とかとも倍率違うからね、いろんな説が出るのも仕方ないよ。さて、じゃあ、アシュに向かいますか。相手もだいぶ強力になってきたな。こっから本番って感じだ。よーし、まずはグラビア種用の武器を作成だ。シルトインセクト界、水の強属性ですね。グラビア種といえば、水で攻めるか、毒でじっくり削るかの二択なイメージです。ただ、毒に関しては、過去作ほどの特攻はなくなってるよ。全体で見れば効きやすい部類なんだけど、ダメージは原種と変わらないみたい。過去作では、原種の2倍のダメージでしたからね、翼切って放置してれば弱ってました。水がはちゃめちゃに効くのは変わってないからな。強属 B をぶち込むのが楽しみだぜ。それじゃ、張り切っていきましょう。いたいた。相変わらず真っ黒だな。いかにも硬そうな感じしますが、水に弱そうにも見えます。あ、ちなみに、発動スキルは画性2と技物だけだよ。砲術師は関係ないから外しても問題なし。火力を強化する場合は、
各属性強化が必要なので、専用装備を組まなくてはいけませんね。でも大丈夫。スキルなしでも相手が属性に弱ければ、しっかり効くからね。グラビア種の足は切断8割カットですが、水が 25% も通ります。腹にはなんと 35% も通るよ。しっかり攻撃さえできればダメージは十分だね。問題は攻撃チャンスの確保ですね。足は心眼効果がないと弾かれちゃうし、何よりガード負荷のガスやビームを連発するので、おいそれと攻撃できません。基本戦術としては、とりあえず黄色で縦強化して、溜めた瓶は全部調室に当てるくらいでいいかな。ちまちま足とか狙うと、ガスが来た時に避けきれないのよね。理想は、高耳、画境、火星1です。すべての攻撃に対して GP 根質が決まります。もうちょい後にならないと作れないけど、このスキルを揃えるのは難しくないね。ストーリー進めたら、強属性用に作るのも悪くないな。周回所上位もやらないといけないので、時短になる装備は揃えておきたいですしね。急がば回れだからね。村の 1.5 倍くらい体力多く感じるし。周回所は裏でちょこちょこ進めてまして、今上位の星4まで来ています。星6くらいから難しいクエストも出てくるので、上位ではありますが、そちらは動画でやろうと思います。どのみち G 級に行くには攻略必須だからね。あと、キークエ以外にも、素材交換とかで重要なクエストはいくつかあるし。地味なところでは、食材クエストも周回所を進める必要があります。もちろん、順番としては、村上位の後に周回所がベストだけどね。一部、村と周回所を両方進めるのが、解放条件の要素もあるからな。一番は上位探索ですかね。これは、村しゃがれと周回所上位が条件みたいです。いざ探索行こうとしてビビったよね。ワールドマップに上位探索のアイコンなくてさ。探索は行かなくても致命的ではないですが、お手軽に旅団ポイントが稼げて便利です。流線化系のアイテムも、樹海行かないと入手できないね。消費アイテムの入手効率が高くなるよ。序盤はまだいいですけど、マンドラゴラとか10体分増やすだけで3000ポイントですからね。それに、アイテムの直接入手にもポイントがいるね。地味だけど、たくさんあると便利なものが多い。めぼしいとこだと、クモの巣や千里眼の薬ですね。竜神問屋以外ではまとめて入手ができません。千里眼は超便利だけど、1個360ポイントだよ。やけに高級品だよね。軽く調べましたけど、入手手段がすごい限られてますね。問屋か3歳じいさんの2択ですって。あと探索の必要性で言えば、樹海限定モンスターがいるな。イベクエがない環境だと、一部モンスターは探索かギルクエでしか会えないね。バサル系が代表例ですかね。素材の用途自体は少なめですが、切れ味やガード性能の装飾品に、バサル足の素材を使います。探索だけで素材を集めきるのはしんどいから、ギルクエ派生も積極的に狙わないといけないね。新規勢には、だいぶやること多くなってますね。我々はまだ動画にする意義があるからやれてますが。正直、それはあるよね。一人だったら村は最低限の装備で駆け抜けちゃうし。なんなら集会所なんて、ローカル通信でメインキャラにやらせちゃえばいいしね。当たり前ですけど、このシリーズは集会所も全部カンソロですからね。とはいえ、悪魔の証明ではあるよな。動画化するクエは報酬金画面でソロの証明できるけど、有効度0で証明できるやろとか思ってたんですが、あれはギルドカード交換しないとたまらないんですね。さて、そんなことより、この交代ビームやめていただきたいのだが、4K の黒グラを象徴するような攻撃です。初見の時はだいぶびっくらこきました。足元付近まで判定来るの嫌らしいんだよな。少し遅れて判定出るから反撃もしづらいし。威力も普通に痛いですしね。チャークは交代する系の攻撃に弱いです。こいつもレイヤー足と並んで、フルゴアキッズたちを次々と焼いてたよな。周回所上位の緊急なんですよね。難易度的には確かにすごい上がり幅です。タフだな。腹壊しきったけど、まだ倒れないか。交代ビームを連発されると、その間何もできないので、時間だけが過ぎていきますね。思った以上にガード強化の重要性が高いな。ジャークは特に。あとは、もっと先行を使えばよかったですね。先行中は交代しませんから。今のはいい調子が入ったな。ダメージ自体はちゃんと出てますね。武器作った甲斐がありました。で、そのままフィニッシュと。お疲れ様です。ギリギリ10分切れましたね。
まあまあってとこだったな。集会所までに画境セット作っとこ。ほう、次はレウスアシュか。様子がおかしいとのことですが、ドンノルマに来てから様子がおかしいことばかりですね。まだまだ問題だらけって感じだ。とりあえず見に行ってみよう。ゲーラこれマータ・セルレ登場。下流族に恨みでもあるのか？ 2匹ともどっか行っちゃいましたね。あくまで狩猟対象はレウスアシュです。あいつを追いかけましょう。いたいた。リオソウルは防具が優秀だから、なるべく V 破壊を狙っていきたいな。リオソウルとガルルガエスの組み合わせは上位のテンプレになってましたね。耳栓とか技物、見切りが発動できるね。手数武器はだいぶお世話になるな。一方、レウスアシュ武器は全部弱いので、素材は防具全振りで OK です。希少種と別の強化ツリーなんだよな。普通にかわいそう。色は青でかっこいいんだけどな。防具が使えてまだ良かったですよ。リオソウルシリーズといえば耳栓のイメージあるね。初登場の MHG から耳栓でしたね。それ以降も達人とか発動して使い勝手がいいです。ワールドだと超会心メインになった感じあるね。アイスボーンだと作った覚えないが。シリーズ通してガルルガとリオソウルは発動スキルが被りがちだったんですよね。耳栓や見切りはガルルガシリーズの方に持っていかれた感があります。ワイルズで再び共演なるか。ガルルガはクックがいるからワンチャンありますね。アシュはまだ何とも言えませんが。最新グラフィックでアシとか希少種みたいな。ババコンガーシの時も話しましたけど、ワイルズを逃すと復活が危ういアシュが多いですからね。クックアシュも 4G 以降はメインシリーズに出てません。ストーリーズに幽閉されてしまいます。別に新行動とかいらないから存在してくれるだけでいいって思っちゃうな。世界観的には原種がいる以上アシュも見つかってないとおかしいし。その辺はどうなんですかね。ディアーシュとかは原種の代表が変化しただけですが、生息地や食性が異なることでアシュに分類されてる子もいますし。確かに、発売を待つほかないか。っていうか、もうワイルズまで2ヶ月ちょいですよ。発売日発表からあっという間でしたね。YouTube 始めてからずっと動画考えるか撮るか作るかしてるから気が立つのがめちゃくちゃ早く感じるな。ワイルズは4とのつながりが示唆されてるので、ストーリーや世界観面でもすごく楽しみです。結局ジェマって加工屋の娘と同一人物で確定したんだっけ？ほぼ核みたいな記事は見ましたけど、確定ではないようですね。面影はあるのかないのかわからんよな。グラフィックとか環境が違いすぎてさ。4G 好きとしては関連あるというだけでグッとくるものがあります。なんかの間違いでタラ君とか復活してもええんやで。ええんか？移動してきた。こいつ1回のエリチェンでエリアまたぎすぎだろ。レウスは希少な種になるごとに飛ぶ力が増していきますから。先行ないと試合にならんな。ほんと光虫の増殖サボらなくてよかったわ。交易はなるべく序盤から育てていきたいですね。そして尻尾切断完了。
尻尾は原種と別素材だからちゃんと切っとかないと。下流系の尻尾は切りたい代表ですよね。主に紅玉マラソンで。下流の激鱗と紅玉と天鱗はレア素材の代表格だからね。レア素材は統一されてよかったよ。初期作だと激鱗や紅玉も原種、希少種で別素材でしたね。総下流の紅玉取るのに何ヶ月かかったか。オデッセイブレードがなかなか作れなくてな。過去作好きな我々ですが、こういう仕様は全く復活してほしくないです。アップデートで修正希望するレベルだよな。まあ、当時は当時で納得してましたけどね。モンスターの数も少なかったし。必然的に一種類のモンスターと何度も戦うことになるからね。それらを踏まえると、モンハンの正当進化っぷりにはつくづく感心というか良かったなと思います。これって本当にすごいことだよね。モンハンらしさは失わずにシステムが進化してるんだから。各作品で言いたいことは色々ありますけど、みんな違ってみんないいです。あ、多分移動するなこれ、尻尾剥ぎ取ろう。お、いきなり紅玉。おお、引き強いな。王がやった時も壁玉出てたし。じゃ、このまま捕獲までやっちゃおう。よっこいしょ。下流系は素直にかかってくれていいですね。翼の間に入れば罠当たってくれます。さあ、一応様子がおかしい原因は分かったが、セルレがまた現れた謎が生まれたな。一難去ってまた、という感じですね。とりあえず戻って師匠の話を聞きましょう。一等二人で調査にね。無事だといいけど。クエストの方はティガーシュですね。次回はこいつから始めましょう。ティガーシュに火星に用意できたの熱いな。腕が鳴るぜ。はい。では、今回はここで区切ります。何やら想定外のことだらけだけど、次回で原因もわかるかな。筆頭たちの調査に期待ですね。モンスターも強くなっており、村女尉はここから急速に難しくなります。適に装備を整えつつ、一つ一つ攻略していこう。ほいじゃ、次の動画で。またね。